皆さんこんにちは。リオ森田です。ドイツはすっかり冬。そろそろクリスマスマーケットも立ち始める頃です。今日はそんなドイツから冬に美味しい漬物3種類、以前ショートでご紹介した3つをまとめてご紹介します。皆さんの保存版として参考になれば嬉しいです。まずは定番白菜漬けです。寒くなると白菜も肉厚になって美味しくなりますよね。我が家ではそれを待って白菜漬け始めます。といっても樽で本格的に漬けるのは手間も管理も大変。我が家ではとっても簡単に漬けちゃいます。白菜は根元の硬い部分だけを取り除いて8分の1にカットし、その後一口大にカットしていきます。即席漬け器に入れます。塩を入れてよく混ぜます。塩は白菜半玉に対して大さじ1杯半です。覚えておくと便利です。昆布を入れます。ドイツでは昆布は貴重品ですが、漬物のためなら惜しくない。早く味をなじませるために予備水を入れます。白菜がひたひたになるくらいで大丈夫。よく混ぜて圧力をかけます。たったこれだけ。水をなじませて、あとは時間が味を作ってくれます。数時間後、水が出てきました。この状態はまだ全然発酵していません。次の日です。一層水分が増えて液が濁り始めます。まだ我慢です。2日目、細かい気泡が出てきました。これが発酵が進んでいる印。食べ頃です。清潔な容器に移して、漬け汁も一緒に入れておくとさらに少しずつ発酵が進みます。何もなくてもお味噌汁とこれがあれば幸せな我が家です。さて、我が家の漬物2品目は大根の醤油漬け。これも冬の定番です。気温が下がってようやく柔らかくジューシーになってきた大根、厚めのいちょう切りにしていきます。皮付きであまり薄すぎない方が食感が残って美味しいです。ボウルに移して塩をまぶして10分ほど置いて余分な水気を出します。その間に漬け汁を作ります。醤油と蜂蜜。甘めが好きな方は多めで調節してくださいね。そして酢。
大根の塩気を洗い流して水分をしっかりと切ります。清潔な容器に移し、漬け汁を入れます。昆布を加えて入れて、あとは冷蔵庫で寝かせるだけ。時間の魔法で勝手に美味しくなってくれます。ほら、つやつやのいい色。大根の水分をしっかり切ってつければ2回ぐらい同じ漬け汁でつけられます。漬け汁に大根の旨味が移って味が変わっていくのも楽しいですよ。さて、最後はパンにも合うちょっとおしゃれな洋風の漬物。セロリは斜めに薄切り、りんごは芯を取って皮付きのまま8分の1にカットした後、いちょう切りにします。皮を剥かない方が華やかな仕上がりになります。セロリとりんごに塩をまぶして軽く混ぜてなじませます。その間に漬け汁を作ります。酢はワインビネガーにリンゴ酢をミックスします。甘くなりすぎずに、でもリンゴ酢の香りが引き立ちます。蜂蜜、そしてこれは乾燥のパセリ、粗挽き胡椒をたっぷり加えて30秒ほどレンチンして溶かします。セロリの塩を落として水をしっかり切ります。保存容器に移して溶かした甘酢を注ぎます。もうちょっと大人の味にしようかな。綺麗な彩りの洋風の漬物です。半日ほどで味が馴染んで美味しくなります。今日は3種の漬物を一度に味わいましょう。まずは大根漬け、そして白菜漬け、そして綺麗な彩りのセロリとりんごの甘酢漬け。今日のメインは鶏ももの塩麹焼き。一汁一菜だけどお漬物がいろいろあるとなんかリッチな気分です。いかがでしたか？お漬物は大好きなのでいつも何か作っています。またシリーズ化して第2弾、第3弾とお届けしようと思っていますので、ぜひチャンネル登録して待っていてくださいね。さて次回は冬の作り置き2品のご紹介です。忙しくなってきた秋のシーズン、冷蔵庫に作り置きがあるとラッキーって思ってしまいます。甘いかぼちゃと健康にとてもいいきのこなど便利な作り置き3品です。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。